Meshtabi Season 4. Konkai no Meshtabi wa Gachi de Mata Tabathai Sapporo Kospasaikyo Shock Door No.1 des. それでは早速、 Let's get it started. 1. Toyohila Sabada Kolo Salashina 36号線沿いの老舗そばどころさらしなさん。こちらは飯旅では何度かご紹介しております大好きなお昼ご飯どころでございます。以前は夜も営業していたみたいなんですが、最近は昼しかやってないみたいなんですよね。人手不足なのかな。なんとこちらご飯物メニューには漏れなくお蕎麦がついてくるというアンビリーバボーなお蕎麦屋さん。そうなの、さらしなそばというからお上品なお蕎麦屋さんのイメージだけど、ここはちょっとキャラが違いますね。覚悟しておいでなさい。今回は値段出さないんで予想しながらご覧になってくださいね。全部すごい量なんだよね。そのご飯物ってのがオムライスやら豚丼、カツ丼、唐揚げ丼、エビ天丼、ロコモコ丼、オムライス、カツカレー、ハンバーグカレー。オムライス2回言った。あら、そうってすごくない？すごい。出てきたのを目の当たりにするともっとすごいよ。ね、このカツ丼どんだけ女性は食べきれないんじゃない？女性は来るなみたいな量でぶちかましてくるわよね。まったくだ、おいちゃんでも食い切れる気がしないもん。でしょう。それぐらいの量あるもんね。だってご飯物についてくるそばの量もさ、ついてくるやつの量じゃないよ。普通に一人前だし、しかもご飯物も爆盛り系ときたもんだ。そうこうしてると向かいの兄さんが富士山という注文するのが聞こえてきた。そんなメニューはなかったぜと思ったら、おいちゃんの後ろの壁にこんなものが。そうよ、お蕎麦の富士山盛りチャレンジで有名なお店なんです。やっぱすんげえな、でっかい富士山あんなの食ったら凍え死んじまうと思って見ていたら、おいらのカツカレーにも羊蹄山並みのがついてきた。無理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 。マジ無理。いや、これとてつもないですわ。ここで昼食べたら晩ご飯いらなくなるやつ。だから皆さんお土産パックでお持ち帰りしてるっしょ。晩ご飯これでいいやって言いながら。久々に来たから値上げしてんだろうなと思ったら変わっていなかった。これが850円と驚きだ。すんごいよね。ありがとうですわ。2. Nijuyonkun Oshokuji de Kolo Cap Pa 24条宮の森通りのびっくり食堂カッパさん。他人な気がしませんね。なんたっておいちゃん子供の頃はカッパ呼ばれてましたからね。カッパだったの？朝海に行ったら夕方まで帰ってこないっつってね。ずっと海にいんの？ずっと海の中にいんの。ほんと水の中好きよね。好きだね。前世マジカッパかも。このすぐ裏に住んでたしね、若い頃。いろんなとこ住んでらっしゃいますわね。数えたっけ、27回引っ越してた。27回？渡り鳥か。はい、こちらのランチは3種類のみ。この日はサンマ、ザンギ、ハンバーグ。はい、カッパ返さないように気をつけて。カッパ返すのはあったでしょ。立派なサンマちゃん。何それ？サンマ失敗。こうだよ。ちゃんと小鉢に酸っぱい美味しい梅干しまでついて、こりゃ嬉しい昼飯だ。飯旅ーズ釧路に行ってきたばっかりだから知ってます。今年のサンマは100円で買えないんです。なのに1匹まんま嬉しいですね。ね、釧路のスーパーでも一番安くて135円だったよ。これはありがたいお店だね。洗い物して帰りたくなるわマジで。そしてサンマとハンバーグとザンギが同プライスってのがすごいよね。ハンバーグがこの値段っていうのはある種革命的でもあるね。さあ、こちらの日替わりランチのお値段はいくらなのでしょうか？それがね、なんと信じられないことにここは24軒ですが、いいから早く言え。500円なんです。500円？信じられない。Unbelievable。ありがとうです。3. Yamanote Hokuyokan はい、困った時の神頼み的山の手の実家みたいなお店。マジ北洋館の父さん神ですね。ゴッドです。こちらお昼は大盛況ですが、夜はそんなに混まないから狙い目なんです。はい、こちらのお店も何度も飯旅ではこすっておりますが、だって美味しいお店しか紹介しないんでこうなっちゃいますよね。はい、動画に美味しくない店を入れようとしてもセリフが思いつかないんです。っていうかダメ出ししか出てこないから。
そうなんです。このおじさん飲食店プロデュースみたいな仕事もしてたんで、すごいうるさいんですよね。まあ嘘はつけないからね、難しいでしょやっぱり。確かに文句ならいくらでも出てくるけどね。いやここは何を食べても美味しいんです。文句なんか一つも出てきやしませんよ。普通にどこのよりも美味しいのが出てきますね。ねえ、小鉢の一つ一つ漬物までがちゃんと美味しい。でもこういう味付けのお店って絶滅危惧種よね。どんどんなくなってっちゃうね。でも多分ここの料理は味薄いって感じる人もいるかと思うんでね、そう感じた方は飯旅でご紹介するお店は向かないかもです。はい、セコマのカツ丼が最高って思ってるタイプの方は注意してね。このチャンネルの視聴者さんは50代が中心なので大丈夫かと思いますけれども、そうね。ってことでこちらは激安ではないんですけども、この割烹クオリティの和食がこんな値段で味わえるってことを考えりゃ破格ですよ。全然安すぎる。出汁の効いた味噌汁も超絶にうまい。ここは西区のお宝食堂だね。ちなみにこの裏にも住んでました、子供の頃。マジで？はい。4. Minami Juichi Jo Nishi 8 Rota。 札幌ソウルフードでもご紹介したこちらの老舗喫茶店。ここの名物スパゲッティが美味しいんですよね。そうなの。このスパゲッティには不思議な麻薬成分が含まれてます。決して茹で上げのアルデンテとは程遠いスパゲッティなのですが、なぜか食べ出すと止まらなくなります。そうなんだよ。なんだろうねこの魔力。一度食べると3日ぐらい余韻が後を引きますね。わかる。また食べたい欲求がなんかこう湧き出てくんのよね。ねえ、何がおかしいのかな。おじさんが隣で揺れて台本読んでるから気持ち悪い。どのメニューも美味しいんですが、過度の期待は禁物。でも定期的に来たくなるお店なの。ちなみにここの裏にも住んでました、若い頃。だから知ってんのね。あの時はマスターも20代だったんじゃないかな。お互い年を取りましたね。何年前？40年ぐらいになるかな。40年。 5. Abetsu Katsuhei。 はい、恵比寿界隈でもご紹介した昭和55年創業12号線沿いの老舗ラーメン。はい、去年来た時はまだワンコイン500円で営業していたんですけれども、去年まではたくさんあったんですよね。札幌にもワンコイン500円ラーメンのお店。でもさすがに今年は軒並み値上げして600円から700円になっちゃってんのよね。そりゃそうだ、この物価高に光熱費まで上がっちゃって、そりゃ無理よね。しかもこちらなんと味の三平さんの創業者大宮森人さん直伝の元祖札幌味噌ラーメンがいただけるありがたいお店なんです。懐かしい昔のままの札幌味噌ラーメンね。子供の頃から食べてた三平さんの味噌ラーメンはこういう優しい味の味噌ラーメンだったと思う。だって私が大好きだったんだから。ですよね。グリーンほど薄味好みの人類はなかなかいないもんね。人類って優しいよね。濃い味ラーメン好きの人はお湯って思うかもなぐらい優しい。でも長浜ラーメンって同じぐらいね。ああそうだね。だから高齢の方女性が多いんだね。優しいラーメン貫いてくださってありがとうでございます。本当にありがとうです。ところで今回値上げしていくらになってたの？それがなんと予想をはるかに超えて700円750円ねえと思いきやまだまだ800円。なんとお値段据え置きだったんです。すんご。500円の母ってこと？間違った。500円のままだ。ありがとうね。 6. ニューヨーク Anywhere Love for it。 札幌ってスーパー銭湯安いのよね。大麻由良さんのおかげかな。大麻由良さん？大麻屋さんかな。札幌で500円っていうのは嬉しすぎる。そうで490円だからね。ってことで札幌じゃないけど近郊でコスパ最強スパ銭をご紹介。はい、飯旅ーズ恵庭北広あたりじゃもっぱらここなんです。そうね、
ここ以外は逆に札幌より高くなっちゃうね。そうなんだよ。ラフォーレってなんかおしゃれで高そうな原宿表参道イメージでしょ。ところが安いんだ。そして水風呂がカッチンコッチンでめちゃめちゃ整うんだよね。夏場でも水風呂が15度以下のサウナはなかなかないっしょ。そうなのよね。だから超お気に入りのラフォーレ。やっぱ肝は水風呂ね。今回は 12.4 度だからね。長くても1分は絶対入ってらんない。だから回転が早いねえ。女湯なんて水風呂誰も入ってないから超整いまくりスペプラー。はい、こんばんは、クリス・ペプラーですもうちょい寄せられませんかちょっと無理だ。7. Kita Niju Sanjo Higashi 18. Kaiten Malu. 東区にある回転丸さん、寿司ランチ超お手頃価格でいただけるってんでやってまいりました。ビューアーさんからのタレコミもありましてね。はい、楽しみってことで特にお得というランチセットを注文してみました。初めてよね、こういうランチセットみたいのを回転寿司で頼むの。そうだね。もっぱら最近は本マグロとイカでネタ鮮度チェックばっかりだからね。そうよね。昼とか夜ご飯単独でってまずないもんね、回転寿司は。そうさ、カツカレーだったりラーメンだったりお蕎麦だったりうどんだったりからの第二昼食、勝手に寿司そばセット、うどんセットみたいな。そうだよ、いいよね、そばうどんの人は。おいちゃんなんかカツカレーと寿司とかラーメンとか寿司だからね食べ合わせはある。だからさ、変わってあげようか。頼む。今度ね。じゃじゃーん、すごくない？これにお汁と食後のコーヒー付きでしょ。あ、こっちのなんて多いくらいだ。まあネタはそんな褒められたものではないにせよ、ネタだって結構うまいよ。サーモンとろけたぜ。シャリ加減がいい感じよね。ああ、安い回転寿司あるあるのべっちゃシャリじゃないし、しっかり素具合もいい加減だね。これは嬉しいランチかも。なんとついこの間まではこの10貫ランチが500円だったんだってね。いやマジで嘘でしょ。いや本当だって。すんごーごいす。アンビリーバボーね。さすがに本マグロやイクラはないけども、カツオが新鮮だし甘エビも美味しかったね。10貫で十分満足。汁コーシー付き500円なんてすごすぎ。残念ながらさすがに値上げしたみたいでね。こっちが1100円。私の10貫ランチは825円、税抜きなら750円よ。なんか腹立つなるよね。企業努力を無にする消費税 10% ってのが。わかる。ランチは非課税ってのはどうかな。賛成、絶対そうすべきねえ。でもどうしてもマグロ食べたくなっちゃってこっそり頼んじゃいました。こんやろう、このマグロ並みえめ。何それ、シャレになってなくない？ねえじゃない。でもいい本マグロだったね。いやー美味しかった。見てこの似たもの夫婦好きなもの最後に食べる派。は8. Fushiko. Shiawasa Shokdo. 苗穂通りにあります幸せ食堂さん。サラリーマンズのランチタイムで大にぎわいです。ここは伏子界隈の時にもカツカレーをご紹介したんですが、その時にほとんどの人が頼んでいた日替わり弁当が気になってましてね。そうすごかった。みんなこれカツカレー食ってるやつなんて一人もいないよ。でしょ。小鉢に鶏肉のソテー、ポテサラやいろいろ盛りだくさん。わんぱくさんには物足りないかもだけど栄養バランス計算された感じで食後のコーヒーまでついてくんだから、これはすごい。コーヒーまでついてるんだ。そりゃ嬉しいね。でしょう。我々中高年には十分なんじゃないでしょうか。ってお弁当でした。ミニソフト200円ってのも嬉しいね。ついつい手を出してしまいそうな値段だね。ねえ、このお弁当がなんと今から30分以内だといやいや、そんな縛りないっしょはい550円。安い。安いよね。コメダのブレンド520円だよ、コーヒーだけで。どういうことねえ。9. Today's Katsu Curry. Minami Sanju Sanjo Nishi 10. Marutama Shokdo.
石山通りからちょいと入ったところにある創業1963年という60年選手の老舗食堂。はい、ここはタレコミで訪れたお店ですね。以前ザ・昭和食堂3でもこすっておりますが、そうそう、タレ込んでくださった視聴者さん、情報ありがとうございます。いろいろ優しい味の昭和タイムスリップ系ありがとう食堂。この間夕方の4時44分に行ったんだけど満席でしたからね。すごいですね。具体的。全体的にはパンチは効いてるんだけど、しょっぺくね優しい味なのがですね。この時はカツカレーなんと600円でしたが、現在は値上げして700円。それでも安い。もっと値上げしてもいいのにね。カツカレー850円でも安い。そうよね。1300円当たり前になってきてるもんね。そうだよ。1300円ってのはちょっと容認できないけれども、安うまいカツカレーもっと探しに行かなきゃな。カツカレーだけかい。いろいろ安うまいの探すよ。ほい、皆さんの安うまいお店情報も教えてくださいね。丸玉母さんありがとう。10. Zenibako, Takasho. 銭箱の住宅街にある人気食堂。うちのおじさんがえらいお気に入りのお店でね。なんだろうね、なんかいい気に溢れてるんだよね、高翔さん。なんといってもここの均一プライスランチが大人気なんです。すごい人だったね。なのに大将一人で切り盛りってすごくない？マジで手伝いたかった。去年来た時はホールに女の人がいたんだけどね、あれと思ったんだけど、今日一人なんですかって聞いたら、いつも一人ですってね。それ以上聞くのもなんだからさ、忙しそうだしね。え大変よね。でもすんごいバリューね。これは混むわ。でしょ。初めて来た時びっくりしたんだよね。しょぼいの出てくるんだろうなと思ってたからさ。だって安いからね。予想に反してすんげえバリュー。感動のお昼ご飯屋さんです。ご飯も野菜も肉ももりもり。こりゃ嬉しいわね。でしょ。マジスーパーの弁当食ってる場合じゃないよね。日本中に高賞があったらちょっとだけみんなハッピーになれると思うんだけどな。感謝しかありませんね。本当だね。大将一人で大忙しなので、できるだけお釣りはいらないようにお代はちょっきり持って行ってね。大事だねそれ。とんかつも生姜焼きもザンギもカツ丼も豚丼もキムチ炒めも豚マヨもニラ玉も全部600円。量もたっぷりもっこり。こりゃすんげえな。マジ感動の昼飯だよね。大将お体壊さないようにね。美味しいお昼ご飯ごちそうさまでした。ありがとう。Jakaino Meshitabi wa Gachi de Mata Tabathai Hokkaido Pizza Senshukan des. Otanoshamini. See you soon. マジ手伝いたかったよね。全然黙ってね、料理を待ってる間とか暇だから別に全然手伝わせてもらっていいんだけどなっていう働きに行けって言われるねでもちゃんとお金も払いますよっていう、そういう感じですけどね。本当でもそういう風に思えるお店って本当少ないよね。まあ確かにそう変な話、正味の話。まあそういうね、なんだろう、愛のあるお店っていうか魂の入ってるお店っていうのはあるけど、逆にねオフィス街のランチタイムとかに行くと、俺はネジじゃねえって思った流れ作業に流れてくるネジじゃねえんだよ俺はって思ったけどね。いやほんとそういう風になっちゃうよね。あんだけ忙しかったら毎日黙ってても50人100人お客さんが来るお店っていうのは、けどところで一番最後に好きなものを取っとくタイプじゃないですか、これ昔から同じでね。はい私もです。ある時に20歳ぐらいの時かな、なぜかが運転する車の後部座席で弁当を食ってた。土佐回り中。ちょっとね、なんでっていうのは覚えてない。乗用車だったのは覚えてるんだよ。だから、ツアーではないんだけど、
ハンバーグ弁当のね、うん、一番ハンバーグのこういい感じに焦げてる美味しそうなところを一口ね、うん、最後にこれ行こうと思って取っといたわけ、うん、だからまあ車だからちょっと揺れるんだけど、そしたらなんかちょうどその最後の一口残してる時に、チンサムロードみたいなところに差し掛かってバン跳ねたのさ、すごいですねあれ、本当にスローモーション俺の最後の一口のハンバーグが宙に舞ってスローモーションでそのままヒューって泥だらけのマットの上に落ちて、チンサムロードの思い出でした。さすがに食べなかっだからね、これやっぱり美味しいもの先に食っといた方がいいんじゃないかっていう結論になったんだけどね。そうでしょ、何が起こるか分かんないでしょ。確かに最後の一口美味しいやつを取っといてる時に大地震が起こってね、食べれないで死んじゃうかもしれないわけだ。そうか、早めに食い気味に食っといた方がいいっていうことでよろしくお願いします。じゃあ今度からは先に食べたいと思います。それができないんだよね。残しちゃうんだいくらかエビが残っちゃうね。はい、確実に。皆さんはどっち派ですか？やっぱ似るんだね。親父もちゃんと美味しいとこ最後に残してっからね。いたずらして横から取ったら怒るからね。めっちゃ怒ってた。って言って、父親にいたずらすな。